本日はいつものカーナバルさんの当たらない、当たっても後ではないオイバの開封ですが、いつものごとく喋ることがないので、以前少しだけ話した地獄を見たという夢の話をしたいかと思います。トレカ開封をしながら昔の実体験怪談を語る。名付けてトレ怪談開幕です。確か妹が生まれた時です。なので私が4歳か5歳くらいってことになります。その頃の実家にはまだ自分の部屋などはなく、というか今でいうワンルームどころか倉庫みたいな小さな一軒家だったのですが、まだ子供の自分が赤ちゃんに危害というか夜とか一緒に寝ていて、万が一何かあったら大変と私だけ隔離するように夜は一人押し入れで寝かされていた時期があったんです。押し入れってドラえもん？ええ、子供の頃そこに親近感がありましたね。笑い。まあやんちゃなクソガキだったし、重ねて家は本当に小さかったので、押し入れなら扉もあるし、子供が寝る分にはスペース的には問題ないだろう的だったんでしょうね。その押し入れで寝てた時です。その日は押し入れの中とはいえやけに寝苦しかったんです。暑い、いや暑いとふと目が覚めました。目を開けると辺りは真っ赤で濁った大気というか煙に包まれていました。煙自体は苦しくないんですが、何か自分がすごい高いところにいる気がしました。そして空中で一本の棒に捕まってるんです。びっくりしてさらに棒にしがみつきました。なんだ、何が起こってるんだ、何って何も考えられません。そして棒にしがみつきながら地面の方、下の方を見ると真っ赤な池というか湖のような場所の上にいるように思いました。水面に何かがうごめいていて、大きな人のようなものも見えました。もうパニックです。棒にしがみつきながら目を閉じて、怖い、助けてと心の中で叫んでいたら、突然何かに持ち上げられたような感触の後、パッと落とされてドンと体に衝撃を受けて、押し入れから扉を倒して落っこちました。寝ていた親もびっくりしてどうしたと起きてきて、私は何も言えず親にしがみついて震えていました。まあたったそれだけの夢の話です。この時幼く地獄の存在はほとんど知らなかったと思います。何年か経った頃だと思いますが、テレビで中川信夫監督の地獄という映画をテレビ東京だったかなで見てしまった時、その時の夢を突然思い出し、あれは地獄だったんじゃと考えた時、めちゃくちゃ怖くなりギャンギャン泣き出すほどでした。今でもトラウマレベルで中川信夫監督の地獄が怖いです。そもそもあの映画、子供は見ちゃダメよ。本当に。ですよね。当時テレビ放送ってエロも黒も今では放送禁止系もバシバシやってましたよ。あ、主の年がバレる。感は急だり。とにもかくにも当時変な夢本当に多かったんです。よく何かに追いかけられる夢も見ましたし、夢の中ではその何かに捕まったら本当にヤバいって感じて、いつも死ぬ気で逃げる羽目になるんで、本当に一番見たくない夢でしたね。あとすごい先が見えないほどの長い坂道を歩く夢を見る時があって、遠く坂の上が光ってるんですよ。でふと坂道の横を見ると、遠くそこは戦争をしていて、それを見ると自分もそこに入り込んだように塹壕に伏せるんです。周りで兵士が腰を低くして走っていく自分は顔を出したら死ぬし動けないって思うと、また坂道に戻ってきて歩いているんです。今度はまっすぐ坂の上を目指して歩いていくと、白い光に包まれて、朝起きると起き上がれないくらい高熱を出していて、病院に行く羽目になるんです。どういうこと？なんか何度もこの夢を見るんですけど、この夢を見た朝は学校に行けないレベルで絶対に具合が悪くなってるんです。いつもでしたね。なので夢を見てる途中に、あ、またこの夢だ、起きたら具合悪いんだ、嫌だなとか夢の中で考えるようになってましたね。具合が悪い時に必ず見る悪夢ってことね。そうですね。夢自体に怖いところはあまりないんですが、戦争くらいまあ悪夢なんでしょうね。やがてこの夢は見なくなったんですが、最後の夢を覚えています。ある日坂の上の光を確認できたんですよね。光を？はい、これがすごい夢っぽいというか、なんというかバカバカしいんですが、いつものように最後光に包まれるんですけど、その時はなんか
その光の先を見たいと思って、踏ん張って光の先を見ようとしてみたんです。そうしたら、光が車のヘッドライトのように、パッと横ではないですね。縦に動いて、消えて、光を出しているものが見えました。何だったの？すごい、大きな UFO でした。それが、空に向かって飛んでいって、呆然とそれを見つめていました。それ以降、その夢は全く見なくなりましたね。UFO、流行ってたわよね。そうですそうです。八尾井純一さん、韮沢純一郎さんがテレビで猛威を振るっていた時代でしたね。もう言って。エミ。でも、それを最後に、同じ夢を見なくなったってのは、なんだか不思議ね。子供の頃、夢そのものをすごくよく見てたので、それだけ見なくなったのも不思議でした。でも、ある日を境に、夢そのものを全く見なくなりまして、今では、もう長いこと見た覚えがありません。極端すぎ。さて今回はここまでです。カーナベルくじの開封、エクレジアのスーパーと書いたから、いつもよりマシだったけど、それだけだったわね。ではでは、引き弱すぎて、語ることがなさすぎるときは、また、それ階段で、お会いできればと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。はぐれメタクロスチャンネルでした。